息子に継げとは言わなかったんですよね。継がなくていいとすら言ってたと思うんですよ。提灯っていうのは自分にとってもともと生まれた頃から生活の一部にありました。小学校が終わったり中学校終わっても家に帰るより先に店に帰ってきて、でその中で提灯もすごく目にしていて、提灯っていうのは壊れやすいものでわーわー遊べるものではなくて、親父たちが一緒に頑張って作ってる提灯とかは傷つけないように、提灯のあるそばでもうテレビつけてテレビ見たりとか、ここで提灯作ってる職人さんもいたのでちょっと提灯の張り方とか見ながら、その頃は継ぐというよりかはもう本当に生活の一部だったので、こうやって作ってるんだなと思うぐらいの感覚でずっと店にいました。本当時代なんですけど、男の子が生まれたら万歳なんですよね、商店街って。で後継ぎが生まれたって思うし、どうだ息子が生まれたぞみたいな見せびらかすのもあるし、学校の先生もお前は継ぐよなみたいな。大学の監督は僕に就職先の斡旋も全くしてくれなかったんですよ。でみんな自由に自分の仕事とか選んでる中、自分はなんかこうもう未来が決まってるみたいなのがもうずーんと重くてですね、なんかもう将来決めつけられたみたいで、やっぱりすごくそれを考えると、継がないといけないというのを考えると暗い気持ちになってた覚えがあります。そういう僕が生まれた頃はまだそういう時代だったかなと思います。結局人に決められた人生を生きるってどうなんだろう、人のせいにするんじゃないかと、人のせいにしたくなる、自分で選んだ道なら自分でも責任取らないかんっていう覚悟はできるけど、だから息子に継げとは言わなかったんですよ。継げと一回も多分言ってないと思います。で継がなくていいとすら多分言ってたと思うんですよね。大人になってもこの店をずっと生活の一部だったので、なくしたくないという思いはすごくあって、お店を継ぐことにしました。パートで一番難しいとこっていうのがあって、骨組みで言えばやっぱ骨を巻く時にやっぱ型から外れないように、やっぱうちの型ってすごく古い型が多くて、でそこに一個一個丁寧に骨を巻いていかないとすぐ骨がばらけて汚い提灯になってしまうので、そこはすごく丁寧に神経を使って骨を巻いています。で、提灯貼ることに関しては、和紙だと糊、ビニール提灯だとボンドを使うんですけど、それを、濃度を薄めたりとか濃ゆめたり、それは小さい提灯大きい提灯によって濃度が違うんですよね。だからそこのバランスは常に神経を使って作っています。生地を貼る時に関してはもちろん太く切る分には多少は頑丈になるというのがあるのかもしれないですけど、そうすると見た目があまり綺麗じゃないっていうのもあって、綺麗に見える上で耐久性もあるっていう生地の切り方とかは結構気にして切ってます。
妥協は基本全部しないようにはしてるんですけど、一番は生地を切るところですかね。生地をカミソリで切っていくときにやっぱガタガタになったらとても見た目が悪くなるので、そこはなるべく均一な太さで生地を切るようにはすごく心がけてます。刃を入れる角度によっても切れやすかったり切れにくかったり、逆に切れやすすぎて切っちゃいけないところまで提灯を切ってしまったりとかがあるので、そこは気をつけながら、刃を入れる角度とかも気をつけながら生地は切ってます。提灯のあり方っていうか需要っていうのはすごくやっぱ減ってきてるっていうか、要するに既存のニーズっていうのは減ってる。コロナを特に境にすごく世の中が合理化した。例えばUberEatsみたいなのがコロナのタイミングあたりでバーって入ってきて、すごいタイムリーに伸びてったと思いますし、リモートとかで仕事をする人とかもすごく増えてきた。で反面提灯とか盆提灯とか冠婚葬祭とかそういうものにお金を使わなくなった家族葬とかも多くなりましたし、そうなってきた時に盆提灯っていうのは提灯屋にとってものすごく大きなパーセンテージを持ってたんですけど、それがすごくしぼんでしまって売れなくなった。悩みとしてはやっぱ提灯の需要っていうのは年々下がっていってると思うんですね。昔はお盆提灯であったり選挙で提灯に使ったりとかすごく需要はあったんですけど、そういう文化も徐々に減っていって、盆提灯ももう提灯自体飾らないお家もあったりもするんで、そしたらどこに需要を向けていくのかというのはすごい今悩んでるし、広げていこうとは思っているところです。今海外お客様とかも場所的にはすごく来ていただけるので、そういうお客様に対してどうアプローチしていくかっていうのが今すごい課題だと思ってます。今戦うことを考えたら、まず自分ができることが何かをお互いに把握して、お互いのできる部分でまず戦うっていうのが現状一番強いんだろうなというのはあります。もう息子たちが写真をいちいちパチ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 撮ってるんですよね。で何撮ってんのかなと思ったら、それをインスタとかに上げてて、今日の仕事はこういうのをやったとか、今こんなの作ってますとか、結局そういうお互いにできないことを補い合いながら総合力としてやっていくのがいいのかなっていうのは今のやり方としてはやっぱあります。だからもう今やっぱりしっかり健康も維持せないかんし、仕事もせないかんな、多分俺は死ぬまで働くのかな、今覚悟を決めながらやってる状況ではありますね。親父の文字はすごく太い、力強いんですよね。でそういうのはじゃあどこの提灯屋にもないと思ってて、自分もそういう文字がやっぱ好きなんですよね。やっぱこの辺りは山笠もあるし、すごくやっぱそういう地域では力強い文字がすごい合うんですよね。でそれが気に入って買っていかれるお客様は、例えば山笠じゃなくても居酒屋でもイベントであったり、やっぱ字っていうのは人の思いがあるので、そこに関しては親父はすごくなんか
人の心こもった文字はちょっと表現は難しいんですけど、で人に響く文字を書いてるなと自分は思います。自分もそうなっていきたいなと思います。で孫が生まれたら孫はめちゃくちゃ可愛いよと言われて、子供に感じたことのない可愛さを感じるって言われて、確かに責任がないから、子供と違って責任がないから可愛いって言われたけど、僕は違う感覚があって、あ、この子にバトンを渡せばいいんだなって最初に抱いた瞬間にふっと思ったのが、あ、自分はこう死ぬことに対して不安とかいろいろ感じてたけど、多分この子が20歳になる頃自分は死んでるかもしれないけど、ただこの子にバトンを渡せばいいんだって、あ、自分のバトンを受け取ってくれる人が現れたんだなって最初に抱っこした時に、ストーンとなんかそれが納得がいったというか、あ、俺はこの子にバトンを渡すんだなと思って、まあ息子に渡すんだろうけど本当はですね、ただ自分が死んだ後もこの子は生きててくれる、つないで命をつないでくれるんだなって、それで自分が死んでもなんかつながっていくんだなっていう安心っていうかですね、それをすごく感じます。最初に抱いた瞬間に感じましたね。ああ、そういうことかって言って、まあ多くを望む必要もないんですけどね、人の人生だからですね、生きたいように生きてくれたらいいし、もう孫が都合が継ぐ前がもう笑って暮らしてくれたらそれでいいんですよ結局。だからもう自分のやってることとかそれに対する我というのはもうないです。だから納得して死ねるように命がけで生きなさいということなんだろうなと思いますね。パパ提灯作ってるっていうのは言ってるので、まあなんとなくまあ提灯どういうふうに使うかは知らないだろうけど、提灯はまあ携わってるんだなというのは知ってると思います。だから提灯になりたいとか全然そんなあれじゃなくて、まだ彼もまた生活の一部になっていくんだろうなという感覚ですね。そこは息子の人生なので、そこははっきりは言わないですけど、まあただ自分が仕事してる背中を見てもらって、自分がこれから何になっていきたいのかというのは、まあ、考えてもらえたらなと思います。とりあえず旅行に行きたいですよね。やっぱイタリアとかフランスとか行きたいですよね。ヨーロッパ行きたいですね。息子たちがちゃんともう字書いたりもある程度できるよっていうのをやったらいけなくもないのかもしれないっていう、まあそういうある程度任せて大丈夫だなと思えるようになったらそういうのをやりたいかなと思いますね。10年後は提灯をそろそろ書いてお客様に届けたいっていう気持ちがすごく強くあるので、
まあ提灯を字書いて、まあ修行はもっとしなきゃいけないですけど、まあお客様に認めてもらえるような提灯を作っていけてたらなと思います。